皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらのモバイルバッテリーをご紹介いたします。ラノというメーカーのパワーデリバリー 100W 対応のモバイルバッテリーをご紹介いたします。ということで、モバイルバッテリーいろんなメーカーがたくさん出しているので、どれを購入していいかわからないという方もいらっしゃると思いますが、一つのね、選択肢として今回ラノの3万 mAh のバッテリー、どんな感じなのか参考にしていただければと思います。というわけで、この後主なスペックのご紹介、そして開封し外観を見ていきたいと思います。また使った上での使用感をね、その後お届けしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まずこちらのラノの3万 mAh のパワーデリバリー対応ということで、なんと 100W の出力に対応しています。当然デバイス側が 100W 対応していませんと、こちらのね、MAX のスピード出るわけではありませんが、ここまで対応していれば、ある程度の速さで高速充電できるんじゃないかなと思います。100W はすごいですね。そして容量が3万 mAh ということで、もちろん長時間使える大容量となっています。iPhone 15であれば、満充電を 4.6 回、iPad Pro 11インチのモデルであれば 2.8 回、Galaxy S23 Ultra の場合 3.6 回、そして MacBook Pro であれば 1.5 回も充電できるというね、驚異のバッテリー容量となっています。ここまであれば緊急時にね、何回も充電できるんじゃないかなと思います。そしてバッテリーが空になった時に、こちらのバッテリー自体も高速に充電できないといざという時困ります。満充電するまで最高速で 2.5 時間となっています。これは他社製品の場合6時間というモデルもあるんですが、このモデルはね、非常に速いですね。ちなみに 2.5 時間で充電するときは 60W 以上のパワーデリバリー対応の充電器でこちらに充電してくださいということになります。そして嬉しいことにケーブルも付属していまして 100W 充電に対応したものとなっています。そしてパススルー機能もついています。パススルーって何っていうことなんですが、こちらのね、画像を見ていただくと分かりますように、まずバッテリーを経由して、そしてスマートフォンに電力を供給するということです。バッテリー本体を充電しながらスマホも充電できるというのがなかなか使い勝手良さそうですね。そしてバッテリーには2つのポートがついています。片方はパワーデリバリー 3.0、そしてもう一つはクイックチャージ 3.0 の高速充電に対応しているということで、2台同時に充電できるのも便利となっています。そしてバッテリーのサイズになりますが、非常にスリムで持ち運びがしやすくなっていますね。一番長い部分で 15.1 センチ、そして幅が 8.7 センチ、厚みが 2.6 センチとなっています。そして重さが 535g ということなんですが、後ほど手元のスケールで測ってみたいと思います。しかも LED のデジタルディスプレイが搭載しているということで、現在の残量がはっきりわかるようになっています。充電中もどこまで充電できたのか、また使っている時もどこまで減ったのか、これがはっきりとね、数字でわかるというのが使い勝手いいと思います。ということで、主なスペックをご紹介しましたけれども、なかなかね、ハイスペックになっていますね。というわけで、これからね、実際に開封し、中身を見ていきたいと思います。というわけでこちらがパッケージ内容となっています。まず本体そのもの、そして収納ポーチが入っていました。スエードのような素材になっていますね。そして内側がこのようなメッシュっぽい感じになっていて、収納がしやすいんじゃないかなと思います。ちょっと入れてみたいと思いますけれども、綺麗に収まります。そしてね、こちらが付属品の 100W 対応の USB-C のケーブルとなっています。今実際にほどいてみまして、長さ測りましたら、だいたい1メートルとなっていました。いいですね。これぐらいの長さあれば十分だと思います。そしてメーカーの紹介カードですね。加えて取扱説明書も日本語に対応しています。ということでね、今回送っていただきましたのが、このホワイトバージョンになりまして、もう一色実はブラックのモデルがあります。今回ね、実はこのブラックも送っていただいたんですが、こちら少し前に発売されています 65W 対応のものになりまして、カラーリングがこちらの3万 mAh のブラックモデルと全く同じということでね、ご提供いただいたものになります。カラーのね、違いってこんな感じなんですね。ホワイト系好きな方はね、本当にこれ真っ白になっていますので、お持ちのものがホワイト系が多いのであれば、このタイプなかなかいいですね。真っ白になっています。そしてブラック系が良ければ、このようなね、マット調のブラックになっていて、これはこれでね、やっぱりかっこいいですよね。カラーの違いはこんな感じとなっています。せっかくですので、この 65W のタイプ2万 mAh なんですが、この3万 mAh の 100W
100W とサイズの違いをご覧いただければと思います。明らかにね、20,000mAhの方は細長い感じになりまして、30,000mAhはよりね、大きめな感じはしますけども、明らかにちょっとね、サイズの違いっていうのはあると思います。そして重さなんですけども、スペック値は 360g。今回の 30,000mAhの方は 535g となっています。そしてポートになりますけども、こんな形状でね、全く同じですね。USB-A の方が i3 と書いてあります。下にパワーデリバリー対応のポートがついています。そしてこのね、ボディのサイドになりますと、このような残量がね、すぐわかるようになっていまして、今ね、ちょっとチカチカ出てしまっていますけども、これは私の肉眼では、上はね、64% 残量があると出ています。そして下の方は 83% となっていますけども、ちょっとね、明るさの面でも若干違いはありますね。ということで、それ以外のね、違いっていうのはありませんけども、明らかにね、やっぱり 30,000mAh は大きいなっていうのを感じます。では、重さを測ってみたいと思いますけども、先ほどのスペック値では 535g ということですけども、こちらのスケールであれば 521.5g となりました。ちなみに 65W、20,000mAh の方は、スペック値は 360g なんですが、こちらのスケールであれば 355.5g となりました。では、付属のケーブルを使いまして、まず充電できるかどうか確認していきたいと思います。こちらのね、Android のスマホになりますけども、まず差し込んでみたいと思います。いけますね。充電中と出てきまして、80% ね、今残量残っていますけども、ちゃんとね、充電されていることがわかります。今現在 64% と残量が出ていますけども、バッテリー自体を充電してみたいと思います。この先を充電器に差し込んでみましたけども、はい、変わりましたね。今充電中のマーク、稲妻のようなマークが出てきまして、現在 64% になっています。ちなみにですね、100W 対応の USB 充電器に今差し込んでいるんですけども、結構ね、早くバッテリー自体に充電できるんじゃないかなと思います。ちなみにこの LED のインジケーターになりますけども、現在肉眼ではこの60の部分は点滅しておらず、4の部分が点滅している状態ですね。これ充電中ですよという状態です。このようにディスプレイがついているっていうのはバッテリーの残量がわかるというのがめちゃめちゃ便利だと思います。やっぱり LED のランプだけで今どれぐらいあるかっていうモデルも多いんですけども、これはね、さすがに数字でわかるっていうのは使い勝手いいですよね。感覚的にどれぐらい減ったのかっていうのが分かりやすいのがいいと思います。ちなみにですね、60W の方でもやってみたいと思いますけども、こちらの方はね、ディスプレイが明るい感じはしますね。バッテリー残量 83% で、やはり肉眼では3の部分が点滅していて、8の部分はずっとね、表示されていますね。ですのでね、ちょっとカメラ越しになりますと、はっきり映らなくなりますので、そこはね、ちょっとご了承ください。では最後にサイズ感を改めて見ていきたいと思います。この iPhone は iPhone 8になりますけども、このブラックボディですね、一番下の部分を合わせてみましたけども、明らかに二回りぐらい大きさが違います。そして 20,000mAh の方と比べてみますとね、このようなサイズ感の違いとなっています。一番下を合わせてみますと、この部分の差があります。しかしながら幅に関しましてはね、ほぼほぼ一緒になりますね。バッテリー自体のこの角が取れているので、ややね、幅が狭いのかなと思いますけど、iPhone 8のこの幅、iPhone SE でもね、同じサイズになりますが、ほぼほぼ一緒ぐらいの幅となっていました。ということでね、このラノの 30,000mAh 100W 出力対応のパワーデリバリーモバイルバッテリーになりますが、いかがだったでしょうか。この1台3万ミリ大容量1つだけでも持っていれば、複数台充電したとしても残量が残るぐらいになっていますので、例えばこちらのスマホであれば 5000mAh のバッテリーになりますので、災害時があった時に丸1日、丸2日でもね、このバッテリー1台あればバッテリー充電足りるってことになります。これとりあえず1台持ってれば、緊急時に何かと役立つんじゃないかなと思います。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧いただければと思います。この動画良かったよってことであれば、高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。